様こんにちは、セリナです。今回はアディクション様より本日2023年12月26日予約開始、2024年1月5日発売、スプリング2024コレクション Waves of Emotions をギフティングいただきましたので、ザ・アイシャドウパレットの限定色106ブロッサムムード、107オーセンティックヌード、108ローセンセーション、ザ・グロースティックの限定色 104P スパーローズ、 105P メンバーグロー、ザ・マットリップリキッドの限定色 115S センシャルモーブ、 116S メローブラウン、 117S シアーネクターをご紹介していきます。アイシャドウは今回もパレット1色ずつの単色塗りを紹介して、グロースティックとリップはそれぞれのカラーを比較しながらお見せした後に、今回のコレクションを使ったメイクルックを3パターンご紹介していきます。少しでもご予約やご購入の参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも2023年ベストコスメ関連の動画や2024年1月発売の春コスメのご紹介動画、そして人気のファンデーションの比較やアイシャドウの全色レビューなどもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションスプリング2024コレクション Waves of Emotions。 今日は全てがいつも通りスムーズな流れに安心感でいっぱい。今日はなんだか優しさにあふれていて、それを周りにもシェアしたい気分。今日は周りから刺激を受けて新しい自分に出会えた気がする。2024年春にアディクションがフォーカスするのは、気持ちの変化に素直になってどんな表情も楽しんでいく柔軟なパーソナリティに宿る眩しい魅力。どんな気分のあなたも紛れもないあなた自身だから。目まぐるしい日々の中で起こる感情や感覚の波を丸ごと自分の個性として愛そう。ご紹介していくのはこちら、ザ・アイシャドウパレットの限定色106ブロッサムムード、107オーセンティックヌード、108ローセンセーション。感情の動きを捉え素直に楽しむ、その魅力を描いたアイシャドウパレット。優しさ、自信、一歩踏み出す時の希望、多様な感情が動く瞬間のムードを表現した限定のアイシャドウパレット。ベルベットのように柔らかな質感と肌へ溶け込むような透明感で、意外性のある色合わせもしっくり。どんな肌にもマッチするクリアな発色で唯一無二の世界観を描きます。106ブロッサムムードは繊細な感情の動きに桜の美しさを重ねたピンクパレット。107オーセンティックヌードは肌に溶け込み気持ちの高まりを移すニュートラルなムードパレット。108ローセンセーションは生身の感情に心地よく寄り添うポジティブなオレンジパレット。続いてザ・グロースティックの限定色 104P ソーバーローズと 105P メンバーグロー。感情にこうした表情にきらめきと魅力を添えていくフェイスカラー。内側から発光するようなツヤと生っぽいぬくもりを放つ限定のフェイスカラー。血色感を含む2つのニュアンスカラーは感情のささめきを閉じ込めたように繊細な輝きを宿しています。ハイライトやブラッシュに効かせて印象的な温度感を。104P ソーバーローズはミステリアスな透明感を生む青みのダスティーローズ。105P メンバーグローはヘルシーな表情を生むきらめくコーラルオレンジ。最後はこちら、ザ・マットリップリキッドの限定色 115S センシャルモーブ、 116S メローブラウン、 117S シアーネクター。無重力のような軽さのマットリップリキッドに肌なじみに優れたシアーカラーが登場。シアーなマットカラーが一日中楽しめて、つけていることを忘れるほど軽やかなリキッドリップに感情を映すポエティックなムードをまとう3色がラインナップ。
こだわりのチップで美しいリップラインや均一な発色も思うがまま。115S センシャルモーブは言葉にぬくもりを感じるセンシュアルなモーブ。116S メローブラウンはエレガンスがにじむビターブラウン。117シアーネクターは夕焼けのようなオレンジコーラル。それでは早速ザ・アイシャドウパレットから1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきます。まずはこちら106のブロッサムムードです。左上から順に A、繊細なマップ良さのシルバーピンク、スパークルタイプ。1色目はスパークルタイプということで、大粒のラメの輝きをしっかりと楽しめます。はい、1色目 A のカラーはこんな感じでした。大粒のラメをしっかりと楽しめますが、ラメのざらつきは感じないような軽くて滑らかな粉質でした。ほんのりとホワイト系のカラーが乗ったベースにシルバーのラメがしっかりと輝いていますが、よく見るとシルバーの他にもピンクやブルーなどの微細ラメの輝きも楽しめます。アディクションらしい華やかな大粒ラメが素敵です。続いて B、花びらのようなソフトグレーシュピンク、マットタイプ。こちらはマットタイプとのことですが、程よくツヤも感じるような肌なじみのいいマットなので、重たい印象にならずにカラーを楽しめます。はい、B のカラーはこんな感じでした。しっとりと肌に溶け込むようなマット質感で、粉っぽくならず、程よい艶めきも感じられるので、単色使いでも重くならなくてとても可愛いです。程よいグレイッシュさが効いているピンクなので、春らしさの中にも大人っぽさがあってとても可愛いなと思います。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C、品のある華やかなチェリーピンク、パールタイプ。こちらは先ほどの B のカラーよりもかなり明るいピンク系で、少し赤みも感じます。はい、C のカラーはこんな感じでした。パールタイプは特に発色がしっかりとしていましたが、伸びの良い粉質で調整もしやすかったです。パレットを見たままのような少し赤みも感じるチェリーピンクが発色して、こちらも春らしいカラーだなと思います。最後は D、柔らかなアクセントを添えるゴールドカーキ、パールタイプ。こちらも反対に塗っているパールタイプと同様、発色がしっかりとしています。あまりツヤやラメを感じずにマットに近いような印象で使えます。はい、D のカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみると、一見柔らかいカーキ系に感じましたが、顔を動かすとゴールドのニュアンスがしっかりと効いていたので、まさにカラー説明通りのゴールドカーキに発色してくれて、とても素敵なニュアンスだなと感じました。パールタイプとのことですが、ツヤツヤしすぎず、ふんわりとした質感です。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは続いて107オーセンティックヌードのカラーです。まずは1色目 A、視線を集めるメタリックシルバー、スパークルタイプ。こちらはメタリックカラーということで、先ほどご紹介した106のパレットの A のカラーよりもラメは抑えめですが、パールがメタリックのようにしっかりとした輝きを放ちます。はい、A のカラーはこんな感じでした。しっとりと高発色で、まぶたにピタッとカラーが定着するようなメタリックタイプでした。シルバーのカラーとのことですが、まぶたの上にのせてみると、ブルーのニュアンスもしっかりと感じられるので、透明感もアップさせてくれそうです。続いて B、ほのかな血色がにじむソフトグレージュ、マットタイプ。こちらはマットのソフトグレージュとのことで、発色もナチュラルなので、ベーシックなメイクに使いやすそうです。はい、B のカラーはこんな感じでした。指でなんとかしっかりと重ねていってもふんわりとしていて、カラーがベタッと濃く発色しすぎないので、ナチュラルでベーシックなメイクを楽しみたいという時に活躍してくれそうです。A のカラーと B のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて C、輝きと陰影をもたらすキャメルベージュ、パール。こちらはパールの艶めきをしっかりと感じることができます。はい、C のカラーはこんな感じでした。
ベースのカラーは意外と発色がナチュラルで、パールによるツヤの他にもシルバーやブルーなどのラメのきらめきを感じることができます。透明感のあるベージュカラーといった感じでとても素敵です。そして最後 D、オリーブカラーが潜むダークブラウン、パールタイプ。こちらは反対に塗っているパールタイプとは対照的に、あまりツヤやラメなどは感じないようなパール質感です。発色がしっかりとしています。はい、D のカラーはこんな感じでした。こちらも反対に塗っているシート同様のパールタイプでしたが、ふんわりとしたマット寄りな高発色のベースに、よく見ると微細なラメが程よいツヤを与えてくれるような仕上がりでした。一見ベーシックな深みのブラウン系に見えますが、オリーブカラーが潜むブラウン系とのことで、顔を動かすとほんのりオリーブカラーのニュアンスを楽しむことができます。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後はこちら、108のローセンセーションです。まず1色目 A のカラー、希望が浮き上がるサンドベージュ、スパークルタイプ。こちらは106のパレットの A のカラーと同様の大粒のラメのきらめきをしっかりと感じられるタイプです。ベースにほんのりとベージュカラーが効いているので、単色使いも可愛いと思います。はい、1色目 A のカラーはこんな感じでした。ベージュのカラーがほんのりとベースに発色した上に、シルバーやブルーなどの大粒のラメを感じて、よく見るとオレンジに近いようなゴールド系の微細ラメも楽しむことができます。ベーシックなカラーにこういった多色ラメが効いているのはとても可愛いですよね。続いて B のカラー、テンダーな湿度感のキャメルオレンジ、マットタイプ。こちらはパレットで見るとナチュラルなベージュ系に見えますが、キャメルオレンジというカラー説明の通り、まぶたの上にのせてみると、しっかりとオレンジ系のカラーを楽しむことができます。はい、B のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、まぶたの上にのせてみるとかなりしっかりオレンジのカラーが発色したなという印象でした。ただ、ふんわりとしている質感で黄身が強すぎないオレンジなので、とても大人っぽい目元に仕上がるなと思います。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー、ファッションを秘めたブロンズオレンジ、パールタイプ。こちらは一塗りでもしっかりと発色を楽しめるような高発色な質感のベースに微細なパールの輝きを楽しめます。はい、C のカラーはこんな感じでした。高発色なタイプだったので、もう少し派手な印象に仕上がるかなと思いましたが、柔らかく肌に溶け込むような粉質だったのと、少しブロンズっぽいニュアンスも効いているカラーだったので、アクセントにはなりつつも派手すぎないところがとてもいいなと思いました。よく見るとイエローゴールドのパールが輝きます。最後 D のカラー、知性で遊ぶミッドナイトネイビー、パールタイプ。こちらも反対に塗っているシート同様の高発色なタイプです。パレットで見るよりもビビッドな印象が抑えられていて、こちらも使いやすいです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。パレットで見ると少しビビッドな印象も感じるブルーカラーだったので、どんな感じに発色するかなと思っていましたが、指でしっかりと塗り重ねてもこんな感じでしっかり発色は楽しめましたが、程よく柔らかさが残るような絶妙なブルー系カラーだったので、単色塗りでも派手にならず大人っぽくてものすごく可愛いなと思いました。少し白っぽさも感じるようなダークなネイビーカラーに、よく見ると同系色のラメがキラキラと輝いています。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてはザ・グロースティックの限定2色をご紹介していきます。こちら側に 104P、反対側に 105P を塗ってカラーを比較してみたいと思います。今回のカラーは結構発色がしっかりとしていたので、スティックから直接塗るのではなく、一度カラーを指に取ってトントンとタップするようにのせていきたいと思います。指でのせてもこんな感じで結構しっかりと発色を楽しめます。伸びはいいですがオイル感が強すぎなくて、肌の上ですぐにサラサラと馴染んでくれるので、
広範囲に塗るのにも使いやすいと思います。続いてこちら側には 105P です。105のカラーも発色がしっかりとしています。質感も同じでこんな感じですぐにサラサラに変化してくれます。はい、こちら側に 104P、反対側には 105P を一度塗りで仕上げてみました。一度塗りでもこんな感じで、スティックタイプのチークハイライトとしては珍しい高発色なタイプでした。質感としても伸びはいいですが、オイル感は抑えめで、伸ばしていくとすぐに肌の上でサラサラに仕上がってくれるので、スティックタイプ特有の内側から発光するようなツヤは楽しめつつ、ベタつき感が残らないところがとても使いやすいなと思いました。少量でもしっかりと発色してくれて、さらに薄くて軽いので、近くで見てもこんな感じで、パールによるツヤは楽しめますが、毛穴が悪目立ちしてしまうことがなく、綺麗に肌に馴染んでくれています。さらに上から重ねていきたいと思います。重ねるときはタップしながら少し横にスライドするように乗せていくと、より綺麗に馴染んでくれます。はい、どちらも何度かしっかりと重ねてみました。重ねていくと 104P は青みローズの中に顔を動かすとシルバーに光るような幻想的な透明感を楽しむことができて、105P はヘルシーさの中にも柔らかさを感じるような春らしいコーラルをしっかりと楽しむことができました。重ねていってもこんな感じで肌にさらりと密着してくれるので、パールのツヤは増しますが、毛穴が悪目立ちすることもなく綺麗に定着してくれています。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとより 104P はパールのツヤの他にもラメもしっかりと見えますが、やはり肌へピタッと密着してくれているので、そこまでギラつく印象にはならないです。これだけ綺麗な発光感が楽しめるのに、パールで毛穴が悪目立ちしないというところがとてもすごいですよね。どちらのカラーも春らしいツヤ肌に仕上げてくれます。それではザ・マットリップリキッドの限定色3色をご紹介していきます。まずは115センシャルモーブを塗っていきます。マットリップリキッドのシアータイプはこんな感じで、塗りたてはみずみずしくてかなり伸びのいい質感なので、とても塗りやすいです。はい、115S センシャルモーブは唇の上にのせるとこんな感じでした。しっかりと塗り重ねると、見た目よりも少しパープルの印象が強く出るようなイメージです。シアーで柔らかいマットリップなのに深みが出るところがとても可愛いなと思います。続いて 116S メローブラウンです。はい、116S のメローブラウンはこんな感じでした。唇の上にのせてみるとこんな感じで、見た目よりも少しピンクのニュアンスを感じるような、より柔らかいオレンジブラウンに発色してくれました。おしゃれなカラーですが、ピンクが効いていることで血色感も出てくれて使いやすそうです。オレンジにもピンクにも寄りすぎていないブラウンが絶妙で、いろいろなメイクに組み合わせやすそうだなと思います。最後はこちら117シアーネクターです。はい、117のシアーネクターはこんな感じでした。こちらのカラーは唇の上にのせてみると、見た目よりも春らしくてビビッドにならない柔らかいオレンジがものすごく可愛いです。程よいくすみ感の中に、こちらにもほんのりと柔らかいピンクのニュアンスを感じるところが絶妙です。シアーなマットのふんわり感の良さをこのカラーでより引き立ててくれている感じがします。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクを3パターンご紹介していきます。まずは1つ目のメイクです。まずはこちらザ・アイシャドウパレット106ブロッサムムードの B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。このくすみ感の強いグレーシュなピンクが大人っぽくて春らしくてとても可愛いなと思ったので、今回はメインに使っていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。落ち着いたカーキカラーなのでピンクと組み合わせると柔らかさの中に大人っぽさを感じて素敵です。続いて C のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶたのまつげの際にライン状にのせていきます。
少しレッドのニュアンスも感じるような高発色なピンクカラーだったので、まつげの際に入れることで程よく血色感を与えていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶた全体に軽く重ねていきます。チークはザ・グロースティックの 104P を使っていきます。リップはザ・マットリップリキッド 115S を使っていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイクが完成しました。1つ目のメイクではピンクやローズ、そしてモーブなどの春らしいカラーを組み合わせてみました。チークは青みローズをベースにシルバーに発光するような透明感があり、リップもしっかりと深みを出してくれるモーブ系だったので、目元はあえて柔らかいカラーでグラデーションを作って、最後にアクセントとして全体にラメを入れることで、程よいくすみ感の中にも軽やかで可愛らしい印象を残したようなメイクに仕上げてみました。目尻3分の1に締め色として使ったカーキのカラーが程よいニュアンスを加えてくれています。着てみるとこんな感じです。続いて2つ目のメイクです。まず、ザ・アイシャドウパレット107オーセンティックヌードの C のカラーを指に取って、メイホール全体にベースとして塗っていきます。しっとりとしていてパールの艶をしっかり感じるカラーなので、単色塗りやベースにもおすすめです。続いて B のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらの2色で仕上げるとブラウンのベーシックなメイクを楽しめます。続いて付属のチップの太い面で B のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。発色がナチュラルなので下まぶたに影をつける役割で入れても暗くなりすぎずに使いやすいです。最後に A のカラーを付属のチップの細い面に取って上まぶたのまつげの際に太めのライン状にのせて、下まぶたの黒目の中心部分にもまつげの際に軽くのせていきます。チークは 105P エンバーグローを使っていきます。リップはザ・マットリップリキッド 116S メロウブラウンを使っていきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクが完成しました。2パターン目のメイクでは107のアイシャドウパレットを中心にコーラルのチークとビターブラウンのリップを組み合わせてベーシックさの中にも遊び心があるようなメイクルックに仕上げてみました。107のパレットは上下のまぶたにアクセントとして入れた A のカラー以外は全て肌なじみのいい使いやすいブラウン系カラーだったのでオフィスメイクなどにも活躍してくれそうですが、A のカラーをアクセントで入れることで一気に華やかな印象に仕上がりますよね。今回はあえてこの A のメタリック感を生かすように上下のまぶたに太めのライン状に入れてアクセントをつけてみました。着てみるとこんな感じです。最後3つ目のメイクです。まずザ・アイシャドウパレット108ローセンセーションの C のカラーを指に取ってメイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。オレンジとブルーは一見難しそうな組み合わせに感じますが、このブルーのカラーがとても絶妙だったので2色を組み合わせてもこんな感じで程よいアクセントを加えてくれて大人っぽいカラーメイクを楽しむことができます。続いて B のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせてそのままチップの細い面にも取って下まぶたのまつげの際全体にものせていきます。
チークは 105P エンバーグローを使っていきます。リップは 117S シアーネクターを使っていきます。はい、こんな感じで3パターン目のメイクが完成しました。3パターン目はザ・アイシャドウパレット 108 のカラーをメインに、チークとリップはコーラル系のカラーを組み合わせてみました。108のパレットは見た目だと少しビビッドなオレンジやブルーがセットされているので、一見使いにくそうかなと感じられる方もいらっしゃると思いますが、オレンジの上にブルーを重ねてみてもこんな感じで、それぞれが高発色なのに肌に溶け込むような質感なのはもちろん、カラーも派手になりすぎなくて少しくすんだニュアンスが効いているので、トレンドを抑えた大人っぽいカラーメイクを楽しむことができます。メインに使ったブルーのカラーが絶妙でとても可愛いですよね。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで本日2023年12月26日より予約開始、2024年1月5日発売のアディクションスプリング2024コレクションをご紹介していきました。アイシャドウパレットは実際にまぶたの上にのせてみるとしっかりとカラーを楽しめるのに、どこか柔らかさを感じて春らしいのにくすみ感も感じるアディクションらしい絶妙な春カラーでした。そしてチークはツヤツヤとした春らしい発光感のある肌に仕上げてくれて、リップは柔らかいソフトマット質感などとてもバランスのいいコレクションだったなと思います。素敵なアイテムばかりでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。